こんにちは、レイトです。今回の動画は WPL ジャパンの動画になります。カスタムパーツで WPL ジャパン専用メタルデファレンシャルドライブシャフト。ちょっと長いですね。もう一回言いますね。WPL ジャパン用メタルデファレンシャルドライブシャフトっていうのがあるんですけれども、これですね。今回こちらについて説明をさせていただきます。こちらなんですけれども、まずフロント用。これちょっと短いんですよね。このフロント用とリア用。こちらが長いんですけど、これがそれぞれあるんですけれども、こちらをですね、間違えて購入してしまわないようにご注意くださいっていうのがありまして、当然間違えて買っちゃうと大変なんで、重要だと思いますので、そちらについてですね、まずご説明をさせていただきたいなと思います。で、まず、違い、今お伝えした通りで、この長さの違いがありますというのがありまして、このそれぞれの適合についてなんですけれども、図にした方が分かりやすいかなと思いましたので、ちょっと今図を出すんですけれども、一覧としてはこんな感じになるんですが、まず、フロント用もリア用も大前提となるのが、メタルアップグレードパーツを取り付けている状態であるということが前提となります。メタルアップグレードパーツつけてない車体に関しては取り付けができませんのでご注意ください。まず、この表のですね、上の段が C シリーズですよね。C シリーズになるんですけれども、こちらからご説明させていただくと、この図の通りで C シリーズのいずれかのモデルにメタルアップグレードパーツをつけていますと。その状態で初めてさらにこのメタルデファレンシャルドライブシャフトを使用することができるということになります。上の段ですね。左から見ていただいて、車体があります。そこにメタルアップグレードパーツつけてます。そこで初めてこのデフがつけられるということですね。で、C シリーズについては4駆になりますので、ドライブシャフトはフロントにもリアにもあるんですけれども、もしそのどちらもメタルデファレンシャルドライブシャフトに交換したいなという場合には、フロント用とリア用をそれぞれお買い求めくださいということになります。これもちろんですね、フロントだけ交換する、リアだけ交換するということもできます。ちょっと繰り返しになるんですけど、メタルアップグレードパーツ組み込んでないノーマル状態ですね。ノーマル状態の車体には取り付けができないので、その点はですね、くれぐれもご注意ください。で、次に下の段ですね。下の段を見ていただいて、D シリーズについてなんですけれども、これも基本的には同じですね。まず、本体があります。そこにメタルアップグレードパーツを取り付けていますと。その状態でさらに、このメタルデファレンシャルドライブシャフト、これを取り付けることができます。ということになります。で、C シリーズと同じくですね、ノーマル状態の車体には取り付けができませんので、その点はくれぐれもご注意くださいという形になります。あと、C シリーズとの違いとしてはですね、D シリーズは後輪駆動、肉ですよね。後輪だけが駆動するっていう車種になりますので、必要になるのはリア用のみになります。これフロント用はどう頑張っても、ドライブシャフトがもともとないので、付けれませんよというところがありますので、その点はご注意ください。はい。適合については、まず以上になるんですけれども、事前にですね、もしちょっとこれで合ってるのかなみたいな心配な方は、オフィシャルサイトの方にお問い合わせ窓口ありますので、事前にですね、そちらからお気軽にご質問ください。では、ここからですね、実際にちょっと組み込みっていうのをやっていきたいなと思うんですけども、そもそもちょっとこのパーツ何っていうところを、ご存知の方も多いかなとは思うんですけども、特に初心者の方ですね、これで何が変わるのっていうところがあると思うので、ちょっとこの動画では簡単になんですけれども、その点に触れつつ、実際にですね、組み込みをしていきたいなと思います。まずこのデファレンシャルギアっていうものなんですけど、これ本物の車にも搭載されてる機構なんですけど、これがもともと、D12 ですけどね、これ D12 のメタルアップグレードパーツセットそのものなんですけど、これがですね、デフは入ってないんですよ。ここにベベルギアっていうのが入ってるんですけど、そこにデファレンシャル機構っていうのはついていないので、例えばこっち側を回すと、こっちは同じ方向に回るんですね。完全に繋がってるんで、こう、逆に回そうとしても回らないんですね。
同じ方向だったらこう回るんですけど、これがディファレンシャル機構っていうのがついてると、同じ方向にも回るし、どちらか一方だけこう回したり、逆にこう回したり、こんなような動きができるんですけれども、これによってコーナーですね、こう曲がっていくときに、これドライブシャフトなんで、本当はここにタイヤが両側についてると思うんですけど、これこうまっすぐ進む分にはいいんですけど、車って曲がるじゃないですか。その曲がるときにこうコーナーを曲がっていきますときに、当然内側と外側でタイヤの転がる距離っていうのは変わるんですよね。で、それをこれで埋めることによって、スムーズにコーナーを曲がることができますよっていうのが、このデファレンシャル機構。一般的にはデフって言うんですけど、このデフですよね。これがデフがついてるよっていうのが、コーナーを曲がることに関して、これがあった方が有利ですと。回答性が良くなるとか言うんですけど、頭がこう、曲がりたい方向に曲がりやすくなるっていうのがあるんですね。で、ただ、デメリットもあって、片輪が浮いちゃったとき、こう、両方設置してたらいいんですけど、片輪が浮いちゃったときに、駆動がこう抜けちゃうんですね。片側の、例えば、こっちにタイヤがついてて、こっちにタイヤがついてて、こっちだけ地面から浮きましたと。何か原因があって、タイヤが浮きましたっていうときに、この浮いた方だけ空回りして、こっちの駆動が弱くなっちゃうんですね。これは、実際にデフが入ってるものと入ってないもので比べるとすごくよくわかるんですけど、その時に関して、そういう状況に関しては推進力がほぼゼロに等しいぐらいになっちゃうっていうのがあるんで、基本的には両輪ですね、が設置してないと、駆動の力が地面に伝わらない、もしくは非常に伝わりにくい状況になってしまうっていうのがあるので、ちょっとこのあたりの話詳しくしていくとかなり時間かかってしまうので、ちょっと今回の動画では先ほどお伝えした通り、ちょっと簡単なご説明というところで、曲がりやすくなるけど、状況によっては推進力が失われやすいっていうのが、このデフの機構なんですけども、基本的には、オンロード走行、アスファルト路面を、スムーズに走っていきたいなっていう時には、基本的にはあった方が有利なことが多いですというものになります。ただ、これもセッティングの範疇の話になりますので、考え方、目的、操作の仕方、いろいろあると思うんですけれども、状況によって、いつでもこっちの方が必ずいいですっていうのはなくて、いわゆるこのノーマル状態、メタルアップグレードパーツセットのそのままの状態、デフ機構がない状態と、ここに、今から組み込むんですけど、このシャフトを入れることによって、デフ機構がある状態っていうので、どっちがいつでも有利っていうのは、ないと思います。状況によってどっちがいいっていうのが、それぞれ分かれますので、なので、完全に上位互換っていうよりかは、セッティングの範疇の話で、どっちの方が、いいとか、あとはこっちの方が単純に好みですとか、僕はこっちの方が好きですとか、いろいろあると思うんですけども、いずれにせよ、この辺の話については、上級者の方であれば、デフあるんだ、じゃあつけてみたら面白いかもねっていうところは、なんとなくわかると思うんですけど、初心者の方にとっては、ちょっと難しい部分かもしれないので、これはですね、もしご要望があれば、デフの違いについてっていうところは、また別の動画でですね、ご説明させていただければと思いますので、もし気になる方いたら、お気軽にコメント欄からご要望いただければと思います。では、今回の動画はですね、あくまでも組み込みっていうところで、これからここにですね、組み込みをしていきたいと思います。あとごめんなさい。もう一点補足があって、基本的には、これ僕個人の意見なんでっていうのはあるんですけど、D シリーズ、D12 だったり、D42 だったり、この二輪駆動ですね。二輪駆動のモデルに組み込むのはすごくおすすめです。特にアスファルト路面で走らせるよっていう方ですね。そういう方にとってはおすすめなんですけど、C シリーズへの組み込みは正直あまりおすすめしないです。なぜかというと、先ほどお伝えした通り、推進力が失われやすくなるので、それこそ C シリーズっていうのは四輪駆動で、アクロだったりとか、ちょっとこう砂利だったり、ちょっと小石だったりっていうのがあるようなところ、あとは坂道とか、そういうようなところを走らせることが多いと思うので、そういう車種にこれ組み込むと、僕も試しにもちろん組み込んでみたことはあるんですけれども、もう全然登らなくなっちゃうんで、よっぽどの理由がない限りは、
C シリーズに組み込んでもデメリットの方が大きいかなと。でよっぽどの理由っていうのは C シリーズでですね、あえてなんかこうスピードも出るようにしてオンロード走行をあえてするんだというようなちょっとお遊び的な改造っていうんですかね。なんかそういうのでもない限りは基本的には C シリーズで普通にオフロード走行するっていう遊び方する方にとってはこれはつけても、ちょっとあんまり幸せになれないなというのがあるので、基本的には D シリーズのリアに当然リア用ですね。このリア用を組み込むっていうのが一番おすすめの使い方です。はい、すいません。では、これですね、実際に組み込みをしていきたいと思うんですけども、今のお話の通りで、基本的には D シリーズに使っていただくことがほとんどっていうパーツかなと思いますので、このリア用っていうのを、この D シリーズの、これは D12 用ですけどね、D12 用のメタルアップグレードパーツセットに組み込むというのをしていきたいと思います。なので、最初にちょっとくどいようなんですけども、最初にご説明させていただいた通りで、D シリーズ、これは軽トラ用、D12 の軽トラ用ですけど、軽トラにこのメタルアップグレードパーツが組み込まれてますという場合に、そこから基本的には一旦外してくださいと。組み込んだったメタルアップグレードパーツを外していただいて、この状態になりますよね。ここからの作業とさせていただきます。はい。では、まずですね、当然、この分解していかないといけないんで、ここ 1.5mm の紐ネジですね、ついてると思うんで、これ外していただいて、ここですね。も外していただいて、で続いてこちらですね。こちら外していただいて、この状態ですよね。この状態になったら、どんどん分解していくだけなんですけど、この中に入ってるシャフトの交換になりますので、本当にどんどん分解していくだけですね、まずは。はい、こんな感じに取れたら、あとはここですよね。この F ケースのキャップか。この赤いキャップの部分外していただいて、これで、こう、もなか合わせになってるとかパカッと割れると思うんですけど、ここにガスケットが入ってると思うんで、これはですね、多分1枚は固着しちゃってると思うんで、あんまり細かいこと気にしないよっていう方は、僕もそうなんですけど、ここにくっついちゃってるものを丁寧に剥がしてまたつけるっていうのもちょっと大変だと思うので、この1枚よく固着してるんですけど、僕これですね、カッターでこう切っちゃいます。これ特に実車とか、本物の車とかで詳しい方、このガスケットっていうような、呼ばれるようなものが入ってるので、それ切っちゃっていいのって思われる方いらっしゃるかなと思うんですけど、例えばですけど、これガスケットここにつけて、こっちにも仮に、僕つけないですけど、仮にこっちの赤いキャップの方ですね、こっちもつけて、両方漏れないようにしてみたと。ただ正直それでも、普通にここから漏れちゃうんで、この横から。もともとこれは、ガスケットって名前になっちゃってるんですけど、一番の目的としては、このバックラッシュの調整って言って、このギアの噛み合わせ具合の調整っていうのが主な目的になりますので、そういう意味で言うと、ここ切ったぐらいで、そこの目的は、なんて言うんでしょう、阻害されないかなという考え方で、僕はこうやって切って、剥がれたら剥がれたでいいんですけど、剥がれなかった場合も切って、もうくっついたままでいいやって感じにしてます。はい、これで、ちょっとこれすいません。以前撮影用で使ったやつなんで、グリスが入ってないですけど、実際にちゃんと組まれてる方はここでグリスがここに入ってると思うんで、ちょっとベタベタしてる状態だとは思うんですけども、その状態で分解していただいて、せっかくなんで、それを機会に、走行歴が結構ある場合は、洗浄して一度きれいにしていただいて、改めてグリスアップして組み立てるというのもいい機会なんじゃないかなとは思います。はい。では、この状態で、単純にドライブシャフトが出てきたと思うので、これとこれを、基本的には入れ替える作業になります。なので、当然ここですね。ここは外します。こっちのこのハブですね。ハブも外します。
で、このベアリングは再利用するんで、ここから外して、もう一度使うと。で、これは外します。これを改めて取り付けますと。で、この時にですね、このメタルが入ってたと思うんですけど、一箇所だけ元々ついてたこのベアリングと、このメタルを交換していただきます。場所としてはここですね。ここがメタルになります。あ、ちなみにちょっとこれ、撮影の都合でグリスアップはしないで、そのまま組み立てていってしまうんですけれども、皆さん組み立てられるときは、もちろん適宜ですね、グリスアップをしっかりとしながら組み立ててください。続いてですね、他のベアリング入れていくんですけれども、こう結構はまりにくいことが実は多くてですね、ちょっとサードパーティー製っていうのもあって、正直お伝えすると、精度的な部分というか、加工の問題だと思うんですけど、ここの D カットしてあるところがちょっと通りにくいことが多いので、これはですね、ちょっとあまりにもここ通りが悪かったら、ちょっとペーパーで、多分ここの切削加工した時のバリが残ってるせいだと思うんですけど、これちょっとペーパーで擦ってあげてください。こういうペーパーヤスリで、何番でも問題ないと思いますけど、無難に600番とか800番あたりでいいかなと思うんですけど、こんな感じで、で、ある程度削ったら、ここから入れてあげるんですけど、端がちょっと通りにくいだけで、ある程度いってしまえば、こんな感じで、途中からは、比較的スムーズに入るかと思いますので、ちょっと、この端の部分だけ入りにくい場合があるんですけれども、その場合はちょっと、先ほどみたいに削っていただくか、最初だけきついんでちょっとこう、力いりますけど、ぐっと押し込むんでやれば、途中からはスムーズに入るんで、参考にしていただければと思います。こっちも多分ちょっときついんですけど、こんな感じで、ここはきついんですけど、こっちに入ればある程度スルスルいくんで。で、こっちはメタルとベアリング。こっちはベアリング2個ですね。だからこっちはもう1個つけます。こんなような状態ですね。で、これを、ここに、組んだことある方ならある程度わかると思うんですけど、この状態で入れてあげます。この並びですね。それぞれ、こっちから行くと、ベアリング、メタル、ベアリング、ベアリング、こんな感じですね。で、あとは元に戻してあげるだけなんですけど、すみません。ちょっと繰り返しになりますけど、グリスアップは、しっかりするようにしてください。じゃないとスムーズに動かないんで。はい。で、ここから、このハブですね。ハブを取り付けていきます。これも、通常のメタルアップグレードパーツと同じで、ここに D カットって言って平らな面があると思いますので、そこにめがけて、この芋ネジですね、を締め込むっていう形になります。こっち側も一緒ですね。この平らな面、D カットされているところに、めがけて芋ネジを締め込むと。で、この時に、この芋ネジ、一回締めて、ちゃんと D カットのところに打ててるかなと、当たってるかなっていう確認した上で、少し緩めてあげると、動かせるじゃないですか、こう。この時に、若干ですね、若干、こう、スカスカの状態じゃなくて、ここの部分スカスカにしちゃうと、これ横に動いちゃうんで、これを、あまりきつくすると回転が渋くなっちゃうんで、あまりきつくしない方がいいんですけど、今画面で言うと、右側じゃなくて左側にちょっと押さえてあげながら締めてあげると。そういうイメージでやっていただくと、横方向のガタが
若干はあってもいいです。若干はあってもいいんですけど、まあ、ほぼないか若干あるぐらい。で、肝心なのはこれですね。ここがスムーズに回る。この状態が望ましい状態になります。この状態ですね。こっちも、これ、デフがないと1本で繋がってるんで、やりやすかったんですけど、これデフがある分ですね、このデフにもちょっとガタがあるんで、両側同じようなイメージでやってください。今、さっきこっちやりましたけど、同じようにこっちもやりますね。少しこっちに寄せてあげながら、締めると。これで、ガタがほぼない状態、横向きのガタがない状態でスムーズに回ると。この辺、ちょっと慣れも必要なので、うまくいかなかった場合はちょっと何度か試していただければ、そのうちいいところが見つかると思うんで、こんな感じで、組んでいただければなと思います。はい。で、この時点で、ここですね。ここもネジロック剤できれば打っていただいた方が安心して遊べるかなと。緩み止めになるので、特に金属パーツって結構緩みやすかったりするんで、ここはネジロック剤ある方は、打っておいていただいた方が安心かなと思います。あんまり緩むのが怖くてあんまり強く締めすぎると、今度は芋ネジの内側ですね。舐めちゃうんで、内側の六角形を舐めちゃうと、丸くなっちゃって外せないわっていう風になっちゃうんで、ちょっとそこは気をつけていただきたいんですけど。はい。では、ここからこれを元に戻していって、こんな感じですね。で、これ被せたら、まあ先にこれつけちゃうのが楽かもしれないですね。開かなくなるんで。で、普通の人が普通に組んである場合は、このデフのハウジング、この丸い部分が、これ真ん中よりもちょっと左に寄ってる状態で見たときに、WPL っていう刻印がこの向き。これが普通の向きです。まあ何か特殊なカスタムとかしてて、これ逆付けしてるよとかいう場合もあり得るんですけど、まあ普通の人が普通に組んでる場合はこの向きですね。で、ここのガスケットなんですけど、僕の経験上ですね、1枚で十分ってことが多いです。なので、ここに何枚かあると思うんで、こっちの1枚は別にそのまま残していただいていいと思うんですけど、こっちの方はですね、ちょっとお手数なんですけど、剥がしちゃってください。すいません。ちょっと以前他の撮影でグリスアップしないまま使って、そのままにしてあった関係で、かなり固着してたんで、ちょっとパーツクリーナーでシューってやって、ガシガシガシってやって今取ってきました。これで今、実質ペーパーガスケット1枚の状態ですね。で、ちょっと今バラしちゃったんでもう一回組み立てますけど、ベアリングを内側からも1個入れて、外側にもベアリングが1個ある。ここは合計2個ですね。この状態で、もちろんグリスアップはちゃんとしてください。で、組み付けてあげます。多分大丈夫ですね。この時に、あまりにもここ、ゆるゆるというか、ここの動きが、まあ、1ミリぐらいは大丈夫です。今これ1ミリぐらいですけど、これはなんか2ミリぐらいとか、もうガシンガシン動くような場合は、ガスケットなしでもいいかもしれないです。ちょっとそのあたりはすみません、個体差もありますので、程よいところで調整していただければと思うんですけれども、まあ、基本的には、このデフギア入れた時は、きつすぎるっていう状況は少ないので、そんなに問題はないと思うんですけれども、一旦これで組んでみますね。で、ここ4つ全部締めるとまたちょっと変わってくるんで、やっぱちょっと締まるんで、一回締めてみますね。はい、今、4本ある程度しっかり締めた状態なんですけれども、全然スムーズに回ってる状態で、なおかつ、このバックラッシュですね、ギアのガタも、ほんのちょっとあるような感じで、ちょうどいいかなと思います。はい。で、あとは引き続き組み立てていくだけですね。まあ、
通常のメタルアップグレードパーツと当然同じ手順になるんですけども、一応、ざっとご説明しておくと、普通に組んでる場合は、さっき言ったように、デフがちょっと左に寄ってるこの方向から見たときに WPL っていう文字がこの向きで、この板バネ、これはこの向きですね。こっちが後ろになるんで、この向きで、で、この下駄をつけてあげて、こんな感じですね。で、こちら側も同様ですね。はい。で、あとは、これももちろん元に戻します。で、あとはまあ、これをまた車体に戻して、プロペラシャフトもつけてあげるというので、完成っていう状態になります。一応、金属パーツの組み立ての解説の動画、以前上げたやつがあるんですけれども、それも概要欄に貼っておくので、もしこの動画だけでちょっと全体的な、このそもそものメタルアップグレードパーツの組み方がよくわかんないなっていう方は、そちらも見ていただけるようにしておきますので、よければそちらも見ていただいて参考にしてください。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。